林百合子さん、当時9歳。爆心地から約 1.6km 離れた土手町の自宅で被爆しました。本当は学校にもうね行ってる時間だったんですね。8時15分といえば。で父も仕事に行ってる時間だったんですよ。で弟も絶対もう朝早くから外に出て遊びに行ってるはずだったんですが、たまたま8月6日はなぜかみんな屋内にいたんですよね。一応こう庭があって京畜灯がこう咲いてて、その塀があるんですね。その向こうからピカーッとこう光ったんですね。見たことないような光がね。光ってしばらくしてドーンという音で、だからみんな誰言うともなくピカドンっていうのはみんなの感覚が同じなんですけども、もう雷稲光とかそんなんじゃなくて、とにかく見たことないようなオレンジみたいな、もうピカーッともう目もくらむような光で、音もね本当にお腹に響くようなドーンという音ですから、でなんか何秒か静寂があったような気がするんですけども、でそのうちだから私も弟も2階建てのなんか家具とかの下敷きになってて、そのうちこう火がついて燃えてきてという状況だったので、もう早く助け出さないとということで父が必死に探して「助けて」とか言ったんだと思うんですよね。で2歳の弟はまだあまり言葉がねはっきりしない時期ですから「タクテケ」って言ったのを覚えてるんですけど、その声を頼りに父がもういろんなものをねどけて、柱とか家具とかどけてやっと引っ張り出したんですよね。でも顔も全部血で真っ赤だったから大怪我かと思ったんですけど、頭とかいろんなところを切ってましたけどね、はい、でも比較的元気だったから、もう父が抱っこしたりおんぶしたりして、で母はもう体が自由利かなくなってたんで、もうガラスで。でそのうちいろんなもう周りのうめき声とか叫び声とかそういうのがもうあちこちからこう聞こえてきて、いわゆる阿鼻叫喚っていうんですかね、そういう感じで、とにかく何が何かわからないし、這い出して逃げていかなきゃとか思って、すぐ火が迫ってきたし、はい、とにかく逃げなきゃと思っても、自分のとこだけが燃えてるのかと思ったらどこを見ても全部火ですから、本当に火の中を裸でよく逃げられたと思うんですけどね、はい、ああいう時はもう思いがけないこう力が人間には出るものだなとか思うんですけど、それはね逃げていく途中で家の下敷きになって火が迫ってきて、でも動きが取れないで助けを求めてる人もいたりしても助けることもできないんですよね。ただそこらにあるお水をちょっと飲ませて、父が飲ませてあげるとかぐらいしかできなくて、それもしちゃいけないとかものすごい言われたんですけど、父はもうどうせこのままで死んでいくんだからって言いながらお水を飲ませてあげて逃げていきましたけれども、もういっぱい周りの知ってる人もそこら中でもう倒れて死んでたり、まだ息はあるけれどももうね、もう全身焼けただれて、でやっと歩いてる人も皆さんよく見られると思うんですが、もう身も皮も剥がれて、この爪のところでそれ皮膚やあれが止まってこう垂れ下がってる、体につけると痛いしね、はい、だから自然にああいう形になるんですけど、そういう人がもうねぞろぞろ歩いてるわけですし、はい、近所のその町内会の知ってる人ですね、それがもう戸板みたいな上でもう真っ赤っかのだるまさんみたいな、見ると母が畑中の私がとってもね可愛がってもらってたお兄さんが真っ赤になって運ばれて、もちろん亡くなられたんですけれども、そういうのはもういっぱい見ました。まだだから爆弾落とすかもしれないなと思って「早く防空壕の中に入れなさい」とかみんな言うけど入れないんですね。もうやけどの人や怪我の人でいっぱいですから。だからもうちょっと上に上がって別の防空壕に行こうと思っても、どの防空壕ももういっぱいですし、もう匂いもムンムンして中に入ったらもう吐きそうになりますし、でその檜山に逃げる両側にはずっと死体の山がいっぱいあっという間にできてましたからね、はい、しばらくそこにいたと思うんですけれども、その日の夕方夜かな、ある程度暗くならないと出てまたね
爆弾が落ちるかもしれないということで、ある程度暗くなってから出て、こう道なき道を山の上に登って、向こう側の段原の方に、段原は焼けてなかったんですよ。だから肘山のおかげでね。だから段原の方に降りていって、それからずっと東蓮平城の方を通って二木神社のところを通って牛田まで逃げていったんですよね。で二木神社の前の方でこう鉄道が上にこう走ってるんですけれども、そこで貨物列車がひっくり返って、そこからお米がこう燃えながらザーッとこう流れてるのを見たら、父がちょっとそういう生活能力があったのかなんかにこう自分が着てたものに米の燃えてるのを少し包んで持って行ったりとか、その東蓮平城の中に父が仕事をしてたお菓子工場があったんですよね。そこで乾パンをねちょっと持ってきたり、それでしばらくの間は上をしのいだんですよね。焼けた米とか、焦げた乾パンとか、そういうもので配給も何ももちろん配られませんでしたので、近所は焼けてないところだったからちょっとおむすびとかもらったのかもしれませんけれども、でも草もイナゴもカエルもいろんなもの食べましたね、上をしのぐためにはね。その中学校の時に言われて被爆の体験を書いたのが本になる予定ではなくて、広大の長田新教授が集められて1,000編ぐらいね広大の生徒が集めに来ましたね、リヤカーとか自転車で学校に。でその時私も言われて、いやいや書いたんですね。もう書くのやっぱり思い出しますんで閉じ込めておきたかったから、人に話したこともない、書いたこともなかったんですけれども、先生に言われて書いたんですよね。でそれを読まれた長田新先生とかその他の学者が、もうこれは自分たちの研究材料にするには忍びないと、どうしても後世に残そうというのでそのうちから105編も選ばれて、ここの「原爆の子」という本になって出たんですね、昭和26年岩波書店から。でも出た時もそういうふうに本になるとかいうようなこと知らないし、自分が書いた時も。で出ただいぶ後知ったんですね、本になったということを。だから出してもいいかという許可を得たわけでなくて、書いたのが人の目に触れるとか思ったらこういう手記は書けなかったなと思うから、逆に今となったら本当に思う通りを思った通り、体験した通りを書いてるのでよかったのかなと。人の目に触れると思ったらもうちょっと書き方が変わってたかもしれないので、逆に今ではその価値がね、出た時期が時期ですし出たのかなと思いますけれども、これが出て26年に出て昭和27年の2月にその書いたものを広大の教室に集められて、一人一人にこれを長田新教授から手渡しされたんですよね。幼き神の子の声を聞けというサインがここに入っておりますけれども、それを手渡されて、それからですねやっぱりいろいろマスコミとかに取り上げられることが多くなりましたので、少しずつ自覚がどういうことだったんだというのが自覚が出てきたのかなと思いますし、本来の自分らしさを取り戻していって、あんまり内にこもらずに話していこうとか、積極的にいろんな活動とかもするようになっていったんだと思いますけどね。でもその中でもいろいろいいことも悪いこともいっぱい体験しました。まだまだ時期がね昭和26年27年あたりですから、とても大変な時ですから。もうああいう体験は二度と世界中のもう誰にもしてほしくないし、するべきではないし、人が人を殺すわけですから、何十万も一瞬にしてね。でも原爆で十数万人が一瞬にして亡くなりましたけれども、その死んだ人だけの悲劇ではなくて、生き残った何十万の魂とか精神も全部ズタズタにね
切り裂いてしまっていまだにその悲劇はずっと引きずって続いてるわけですよね。だから誰にもそういう思いをしてほしくないですし、でもいまだに最低限の食べるものもなくて飢えてる子供が世界にはいっぱいいますよね。それって私たちにはもう信じられない、許せないことなんですよ。でまだあちこちでいろんな形での戦争というか争い事がありますでしょ、テロも含めて。それ人間の本当にエゴ、欲、傲慢、そしてやっぱり臆病な心がさせてるのかなと、私は。宗教とか政治とかそういうことではなくて、もっともっと小さなね人間の心がそうさせてると。人間どうもしなくても誰でもどんな人でもね命は尽きるわけですから、生きてる間ぐらいはね普通の生活がねできるようにみんながなってほしいなと。今のだから子どもたちが大きくなった時にそういう戦争とかない世界で生きていってほしいなともつくづく思いますね。自分だけ良ければいいんじゃない、自分の国さえ守ればいいんじゃなくて、もう世界中がそうでないといけないので、だから戦争って勝っても負けてもいっぱい犠牲は出ますよね。悲劇ですよね。だから取り返しのつかないことになるというのをやっぱり被爆者とかそういう体験した人の話を聞いたりしてもう分かってほしいし、核を持ってる国の人たちは広島長崎に来てねその体験を見たり聞いたりして本当に心でしっかり受け止めてほしいと思います。はい、誰にも私たちみたいなあんな残酷な悲劇はもう起きてほしくないし体験してほしくないです。